はい、皆さんこんにちは。建築写真家の田岡と建築家柴田丸です。はい、今日は第2弾名古屋のねご紹介で、ここはどちらになりますでしょうか。ここは久屋大通りって言って、はい、ここにテレビ塔があって、はい、この奥にオアシス21っていう、名古屋のシンボルみたいな場所があるので、はい、今からちょっとそこまで歩いてって今日はちょっとオアシス21の写真を撮ってくれということで名古屋のねシンボルツリーに今となってはなりました、オアシス21を。で結構オアシスって僕、学生時代写真撮ったりしたことあるんですけど、あれめちゃめちゃ難しいんですよ。なんかでかいしどっから撮っていいか分かんないみたいなっていうのでその辺までちょっと一緒に行ってなんかいろいろできるといいかなと。よろしくお願いします。はい、じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。今回は富士フィルムの GFX100 1億画素で撮ります。はい、こんなんだって見たことないっすもんね。見たことないですか。はい。そうですよね。あんまりそんなにたくさん売れるカメラじゃないいや、本当にプロしか持ってない感じのやつですよね。いやでもね、好きなアマチュアのカメラマンの方でもね、これ中盤のラージフォーマットサイズっていうちょっと大きめのサイズなんですよ、センサーが。だから好きな人はもう好きで、風景写真とか撮る人にはもうこういったカメラがうってつけなんですよ。これちなみにいくらするんですか。聞きますかそれ。これ110万とか120万ぐらいします。それはちょっと僕には手が出ないな。でも結構ここの町自体はいろんなお店できて美味しいご飯屋さんとか多いんですけど、でも結構いろいろここの開発についてはなんか賛否両論あって、賛はもう僕も名古屋に生まれて、田岡さんも愛知県で過ごしてるじゃないですか。でこのテレビ塔ってもう使われなくなってから意識したことなかったんですけど、確かにやっぱりこうやってここ本当何にもない芝生みたいな場所だったんで、そこにお店ができることで人が来てなんか再注目されてテレビ塔とかあったりとか、テレビ塔に今宿泊施設とかもできてるんですよ。ホテルがあるってね。なんで結構人が来るようになったのは良かったんですけど、なんか開発のあり方というか、なんかここの中にいるとすごい素敵なんですけど、外から見るとなんかあんま入りたい感じにならないですよね。確かにここ来て初めて気づきますもんね、こんなにいいところ。なんか裏から見るとなんか壁あるなみたいな感じに見えちゃって、なんか本当はみんな集まってこれ自然に歩いてここに入っていきたいんだけど、なかなか知らないと入ってこれないような場所になっちゃってるっていうのはあるかもしれないですね。ホテルはどこなんですか。ホテルはこのちょうど上の部分ですね。ここ。なんでもう最高のパノラマウィンドウで。下はだからもうご飯屋さんとかあって、上がもう宿泊できる場所になってっていう感じにはなってますね。この辺とかこことかちょうど定食が美味しいご飯屋さんになって、本当になんか1000円ぐらいで結構健康なご飯食べれますね。でも確かにおしゃれな建物いっぱいですごい可愛い。でブランドのお店とかもね、あるし。でもなんかどうしても最近だと、下北沢にボーナストラックっていうなんていうか、商店街みたいな場所ができたんですよ。なるほど。いろんなお店が入るような。でなんかそこが住民参加型というか今までない座組を組んだ街づくりされてる場所があって、でそれと同時期にここもできたんで、そう比べるとなんか作って外の人たちが入ってきた感があるんですよね。そういうことね。で多分みんなここからこの水面で、ここが本当にテレビ塔映るんですよ。素晴らしい。これはちょっと撮ります。ここがなんでみんなこの辺から撮るっていう感じですね。じゃあ歩きながら次はオアシス。そうですね。ここからもう歩くとオアシス21まで行けるんで。てかもうそこですもんね。見えてますね。でかっ。ここは僕もね以前ちょっと撮ったことがあるんですけど。難しいですよこれは。いやだって撮るのどうやってこの画面に収めるのかっていう。もう広角でならではのね撮影の仕方になっちゃうんで、広角レンズがあればなんだけど、ただの広角だとやっぱりどうしてもね限界があるんで、
まあ、あとここは撮る時間ですよね本当は。はい、そうですよね、うん、結構夜とかだとなんかライトアップされてそう綺麗って言いますもんね。これ複合施設になっていて、はい、立体公園、上もこう歩けるんですよね。でこの上の場所が水の宇宙船っていうなんかテーマで作られてクジラみたいな形してて宇宙船っぽいからそういう名前なんですけど、上に水が流れてて、で下は結構施設がたくさん入ってるっていう場所になってます。で名古屋だと、なんか例えばハロウィンの時はこの下で若者が集まってたりとか、渋谷の交差点じゃないけど、あれの役割ここでしたから渋谷のセンター街がもうここに来てる。この辺って建築学生が課題の時に愛知県の大学はほとんどこのオアシス21とかテレビ塔とかのある地域の複合施設を設計するみたいな課題が結構出たりするんですよ。へえ、そうなんだ。はい、で愛知県のこの名古屋の街ってすごいなんかグリッド型で、すごいなんか上から見ると綺麗なこう直線と横の線があるような街なんですけど、そうやって俯瞰して見てると、オアシス21とテレビ塔っていうシンボルがあって、そこにもう一個シンボルを作るならどういうのが建てられるのかみたいな話とかでよくこう課題で取り組まれたりとか。そういうことね。この2つだけじゃなくて、もうそれにどう味付けするとまたさらに良くなるかとか、どういう感性が生まれるかっていうことを建築の学生はここで試されるわけですね。で結構、だから名古屋駅とかが名古屋の中心っていうよりは、本当に名古屋の中心は、多分ここかなとか思いますね。シンボルが本当に集まってる場所なんで。こんだけねいろんなものができると僕自身新鮮ですわ。そうですよね。そう。でも僕も最近あんまりこの辺来なくなっちゃって、なかなかこのオアシス21にもありがたみを感じにくなってはいるんですけど、ここの感じいいね。すごいですよね。でもこの辺とか。これいいですよ。これはねもうこの GFX100 とこのシフトレンズでしか撮れない画角っていうのが実はあって、めちゃめちゃ広角で撮れるんですよ。ちょっと僕も一回じゃあシャッター押します。押させてもらっていいですか。ちょっと待って、ピントだけ合わせてみますね。多分押せば OK っていう状態でもらって多分これでね、ここ押せばいいですよね。ここ押せで、これでこれ今動くでしょ。動きますね。これいやすごいな。これはどの辺がストップって言ってください。じゃあ上の方にもうちょいもうちょい下、もうちょい下。はい、ストップ。はい、でここで押してみて。そんな感じ。気持ちいい。気持ちいいですね。いいですね。アナログなこうなんかガチャっていう音がめちゃめちゃ気持ちいいですね。結構お会いしてシフトレンズの話結構テレビでもしてたじゃないですか。そう考えてなんかどのぐらい意味があるのかって分かってなかったんですけど、なんか意味ありますねこれ。分かりました。なんか多分普通に決まった画角のままいつも写真撮って上切り取るか下切り取るかだけど、ちゃんと水平にこう上の方持ってこれるってすごい機能だなと思って。このオアシスは垂直は柱でもすらちょっと斜めになって見えるけれど、他のところを見ると全部垂直なんですよね。だからその垂直に合わせながら実はオアシスを撮ってるんだけど、オアシスを見ずに撮ってる。そういうことですね。だから後ろにある建物の垂直を意識しながら撮ったりすると、こういう写真になる。なんか雑誌で見るやつやんみたいな感じします。どんな機材持ったらオアシスこんなちゃんとなんか俯瞰したというか撮れるかってね、普通だともう普通の広角持ってきても撮れないので。撮れないです。もうどうしてもみんなこうやって見上げちゃうので、なんか見上げちゃって撮った時点でね、なんかちょっとダサくなっちゃうというか。アートとか好きな方はそこに本当目の前にあるのがもう美術館で、これね、これは何でしたっけ？県立美術館ですか？そうですね。愛知県立美術館が目の前にあって、愛知県だとトリエンナーレっていう芸術祭が年に一度やってて、去年すごく炎上していたりとかあったんですけど、そういう芸術祭がやられたりするので、それがここ。そうですそうです。ちょっと後でこれも撮りましょうか。先にこっちか。
これが愛知県立。じゃあこいつをちょっと正面から。ああ、そうですね。これがね難しいんですよねこれ。でこの下とかに、スケートリンクとかあって、あるんですよ。ほらそこ、スケートできるリンクとかあって、でもこれ季節によってなかったりするんですけど、この冬の時期とかは結構行ってみたりするとスケート滑れるのでいいかもしれないです。いやこれはすごいな。これ多分ね視聴者の人は分かってるのかな映してもらったら分かるけど。お、これは迫力あるよ。この角度すごい。で天気がまたね、微妙な感じで雲があるのがいい。青すぎると嘘っぽく見えちゃう。でもやっぱりこういう複合施設の中で屋根これもうそのままなんだろう、室内じゃなくてそのまま上に持ってきて、こういう水を使ってなんか空間演出してるってすごいなって思いますね。このなんか揺らめいた感じが柱に映ったりして、なんか無機質な中に有機的なね、感じが結構出てる。これいいよここ。いやこれはこのレンズではないと撮れない。このカメラとこのレンズでしか撮れない画角。ちょっと見にくいけどテレビ塔まで全部入って、ここからこっち見てもらうと、さっきの外側に閉じてる感じ伝わると思うんですよ。この久屋公園の方。そうです。久屋公園の新しく開発されてできた場所とか見てみると、なんかちょっと壁っぽくなってて、せっかくだったらこっちにいる人たちがあそこ何かあるから行きたいってなっていくっていうところがなんかうまく演出されてないような感じ。その仕掛けがもう少しあると一体感もあるし、もう少し人の誘導が増えたのかもしれないですね。あと結構一個一個の建物がなんかすごいバラバラでなんか統一されてないというか何これみたいな。なるほどなるほど。ちょっとじゃあそこまで撮れるかわかんないけど。でこれがスケートリンク。そうですね。夜とかだともうちょっと人増えて、じゃあ次屋上上行きましょうか。ちゃんとタイトルがあるんだね。緑の大地。今は緑の大地にいたんだね。あんま気づかないですよね。で銀河の広場もありますからね。水の宇宙船に行きます。上登ったの本当10年以上10年ぶりぐらいかな。なんか多分テレビ塔の時もさっき水面あったじゃないですか。多分こういうオアシスの水面もあり、その上であそこに多分水面配置したのかなとかちょっとなんか思っちゃいますよね。上から見るとそういうので並列で面白いかもしれないですね。そうですね。確かにそれはあり得る。ちょっと曇り始めてそれこそこの水面の流れは動画の方が伝わりやすい。確かに、これいい感じ。ここの音さえ取っとけばなんかリラックスしそうですもん。確かに確かにこれはいいねちょうど逆光絞って取れば。よいしょ。この45度斜めのテレビ塔も僕好きなんだけどな。正面だけじゃなくて、でもこっからじゃないと撮れないですもんね。そうそう。これはすごいですねちゃんと下まで入ってるっていうのがすごい。そうちゃんと下まで。今お掃除してる。これ汚いと目立ちますからね。そうだよねこれ。確かに。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。
今回はオアシス21とね、いやなんか、はい、久しぶりにちゃんと有名な建物をじっくり見たなって思いました。普段なんかふわふわっと遊びに行く時はあるんですけど、確かにね、なんかまじまじとテレビ塔とかオアシスの方を歩いて見ることなかったんですけど、確かに僕もそういう意味ではオアシス久々にね来て、撮影こんだけちゃんとねこういう広角とシフトレンズ使って撮るっていうのはそうめったにないので、いい機会であったし、ぜひここはね名古屋の本当シンボルの場所として、全国もしくは世界中の人に知ってもらいたいなという場所だと思います。なんかいまいち名古屋ってまだパッとしないところもあるんで、ちょっとここからいい感じになればいいなっていうのと、学生とかも見てたらね課題でやるからぜひ一回来てほしいなと思いますけどね。ここはそういうテーマ的に絞ってもね、なんかいろいろアイディアも湧きそうだし、いろんなことが空想できるね面白い場所だなというふうに僕も今日強く感じたので、またこういったね建物紹介いろいろしていきたいと思いますので、タオカメラのねチャンネル登録の方と高評価の方お願いして、島田丸さんもねそれこそ建築の YouTuber としてね、やっておられます。ちょっと簡単にご紹介していただけると、一応僕は巨匠になりたいっていう、建築学生だったり建築の人たち向けに、例えば建築の人を一日密着して取材したりとか、実際に多分これから自分でやってる仕事のこととかもいろいろ発信したりとか、僕自身が巨匠になるためにどういうことをしているかっていうのを発信していくチャンネルなんで、興味あれば見てください。またねこう珍しいそういう意味では建築系の YouTuber としてはね僕は斬新な方だと思ったので、今回もこうやってコラボさせていただけて非常にありがたいですので、またお互いのチャンネルでねコラボレーション今後も引き続きできたらなと思ってますので、田岡さんにもお願いしていろいろ。こちらこそお願いします。お願いします。はい、じゃあこれで今日のねストップを終えたいと思います。どうもありがとうございました。じゃあね。